タイミーを続けているけれど、本当に自分に合っているのかな？そんな風に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はタイミーをはじめ、これまで約300回以上働いてきました。その中で、こんな人はタイミーに向いているなと感じる共通点がありました。今日は私が実際に働いて感じた向いている人の特徴を7つお話しします。こんにちは。タイミーで生活しているのこたんです。このチャンネルでは60代一人暮らしの日常やタイミーでの仕事、年金生活について実体験をもとにお話ししています。私はタイミーで約300回以上働いてきましたが、年齢よりも向いているかどうかの方が大切だと感じています。では、私が実際に働いて感じた向いている人の共通点を一つ目からお話しします。まず一つ目、時間に余裕を持って行動できる人です。私は初めて行く職場では30分前には近くまで着くようにしています。まず働く場所を確認して落ち着いてから10分前になったら伺います。初めての場所は道に迷うこともありますし、何があるかわかりません。少し早めに行動するだけで気持ちにも余裕ができます。落ち着いて仕事を始めることができます。2つ目は明るく挨拶ができる人です。私は職場に着いたらおはようございます。よろしくお願いしますと、はっきり気持ちよく挨拶をするようにしています。返事もできるだけはっきりするよう心がけています。仕事の技術も大切ですが、まずは第一印象が大事だと私は思っています。気持ちよく挨拶をするだけで、職場の雰囲気も良くなり、自分も働きやすくなります。3つ目は、わからないことをそのままにしないことです。私は少しでもわからないことがあれば、その場で確認するようにしています。最初はこんなことを聞いてもいいのかなと思うこともありました。でも、わからないまま進めて失敗するより、一言聞いた方がお店の方にも迷惑をかけずに済みます。聞くことは恥ずかしいことではありません。安心して仕事をするためにも確認することはとても大切だと思っています。4つ目は指示を最後までしっかり聞ける人です。タイミーでは仕事の説明を受けた後、すぐに作業が始まることがほとんどです。私は途中で話を遮らず、最後までしっかり聞くようにしています。途中で分かりましたと思ってしまうと、大切な説明を聞き逃してしまうこともあります。最後まで聞いた上で分からないことがあれば確認する。その方が安心して仕事ができますし、お店の方にも信頼していただけると思っています。5つ目は臨機応変に対応できる人です。タイミーでは募集内容とは違う仕事をお願いされることもあります。私も何度か経験があります。最初は少し戸惑いましたが、できる範囲で対応するよう心がけています。もちろん危険な作業や自分にはできないことまで無理をする必要はありません。でも少し柔軟に対応できる人はお店の方とも気持ちよく仕事ができると思います。6つ目は気持ちを切り替えられる人です。タイミーは見下されることもあるという話を聞くことがあります。でも私はこれまで約300回以上働いていて、そのような職場に当たったことは一度もありません。どの職場でも親切に接していただき、本当に感謝しています。ただ今日は少し大変だな、この仕事は私にはハードだなと思ったことは何度かありました。そんな時は今日一日だけ、あと少しだけ頑張ろうと気持ちを切り替えていました。短時間の仕事だからこそそう考えることで
最後まで頑張ることができました。最後は人と比べない人です。タイミーでは若い方と一緒に働くことも多くあります。最初の頃は私だけ遅いのかもしれないと思ったこともありました。でも人と比べても何も変わりません。私は自分なりに一生懸命取り組めばそれでいいと思うようになりました。年齢は人それぞれですし、できることも違います。自分のペースで働ける人がタイミーには向いていると私は感じています。私が思うタイミーに向いていない人は、教えてもらわなくても大丈夫と決めつけてしまう人や、募集内容と少しでも違う仕事は絶対にやりたくないと考えている人です。タイミーはいろいろな職場で働くので、少し柔軟な気持ちがある方が働きやすいと感じています。今日は私が約300回以上タイミーで働いてきて感じた向いている人の共通点を7つお話ししました。これはあくまでも私自身が経験して感じたことです。タイミーに向いている人に特別な能力は必要ありません。私が大切だと感じているのは気持ちの良い挨拶、わからないことを確認すること、そして無理をしないことです。63歳の私でも約300回以上働くことができました。もし始めようか迷っている方がいたら、一歩踏み出してみる価値はあると思います。もちろん人によって考え方は違うと思いますが、これからタイミーを始めようと思っている方の参考になれば嬉しいです。皆さんはこれは大事だなと思うことはありましたか？ぜひコメントで教えてくださいね。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。